今日は東京のストリートで SF19 ストラダーレに乗っています。 SF19 ストラダーレは PHEV プラグインハイブリッドエレクトリックビークルアーキテクチャを採用したフェラーリ初のモデルで、内燃エンジンと3基の電動モーターを統合して駆動します。ラフェラーリとほぼ同じ外数ながら空力特性を重視して採用されたデザインの機能美はフラッグシップの羽馬として存在感十分ですね。電動モーターのうちの2機はトルクベクタリングで左右独立してフロントを駆動し、残る1機は MGUK エンジンと8速セミオートマのギアボックスの間にモーターが設置されてリアを駆動しています。ミッドシップマウントされた V 型8気筒エンジンは 3999cc の排気量から 780cv を発揮して、3機のモーターと合わせた総合出力はなんと1000馬力ということで、動力性能は0-100キロ加速が 2.5 秒、最高速は340キロに達するそうです。圧倒的な動力性能を有していることは想像していましたが、ワインディングで思いっきりアクセルを開けて走ってみると、とてつもなく速いけど全然怖くないというキャラクターに嬉しい驚きを感じました。これはフェラーリが最新の電子制御システムをこの SF19 に採用したことによって、ドライバーに恐怖心を与えることなく自信を持って車をコントロールすることを可能にしています。ワインディングではトルクベクタリングのセッティングがよほど優秀なのか、フロントモーターのフィーリングをあえて感じ取ろうとしないと 4WD システムを採用していることをほぼ感じ取ることなく走れてしまうほどナチュラルなハンドリングでした。リアのトラクションコントロールもレーシングカーレベルの仕上がりで、よほど乱暴にアクセルを開けない限りほとんど顔を出すことがありませんでしたね。そして何よりね、一番感動したのがブレーキです。ブレーキバイワイヤーシステムが採用されたブレーキのストッピングパワーはロードカーのレベルではなく、レーシングカーと同等と言えるほどパワーもコントロール性能も高くて、1000馬力の SF19 をワインディングでも元気よく走らすことができました。 SF19 の次にリリースされたフェラーリ 296GTB のブレーキも素晴らしかったんですけど、回生ブレーキの介入を少しだけ感じて若干制動距離が伸びる傾向にあったんですが、この SF19 に関してはフルブレーキング時でも回生ブレーキの介入をほぼ感じることなく、そのくらいね、このシステムの制御が上質にしつけられているんだなっていうことを感じ取りました。ワインディングではね、驚きのパフォーマンスを発揮した SF19 ですが、この車はアセットフィアロのパッケージがオプション設定されていて、約30キロの軽量化とサーキットユースも考慮したサスペンションセッティングがされているということで、ストリートではね、かなりハードな乗り心地を想像していたんですけれど、実際こうしてゆったりと走らせてみても、決してね、不快な突き上げ感とか車が跳ねちゃうっていうこともなく、カーボンシェルを持つシートクッションの薄いバケットシートが採用されていますけど、この適度なね、心地いいフィット感というんでしょうか、硬いというねところが、それはそれで体にすごくフィットしている感覚があって、でも決してね、ダンパーの突き上げ感が体に直接反応するという、そういうこともなくて、これでしたらパッセンジャーシートに乗っている方も決してね、ストリートで苦痛を味わうっていうことはないんじゃないかなと思います。でね、296GTB でも感じたことなんですけど、ハイウェイでの風切り音がこの SF19 に関してもとても静かなんですね。ですから時速100キロで走っていても、まるで40キロで流しているぐらいの感覚しかないんですよね。車のね、安定感も高いし、そういった意味ではとても
日常使い勝手はいい車だなと言えると思います。このフェラーリ SF19 ストラダーレを生み出したフラビオ・マンゾーニ率いるフェラーリデザイングスタイリングセンターはとても素晴らしい仕事をしていると思います。余談なんですが、フラビオ・マンゾーニ氏はフィレンツェ大学時代にあの伝説のフェラーリ250テスタロッサや 250GTO、 そしてランボルギーニの V12 ユニットを設計したジョット・ビザリーニさんから直接学んだという幸運の持ち主です。外観に目立った空力パーツを使わなくても大きなダウンフォースを発揮している空力デザインの巧みさは、フォーミュラ1やル・マンをはじめとするレーシングカーを開発する上で得られたノウハウがストリートリーガルの花馬にも生かされている証拠ですね。このコックピットのデザインは簡素ながら最先端のデジタル化が採用されて、とても洗練された印象を受けます。特にこの車はアセットフィオロノがオプション採用されたことで、ドアの内側もカーボンパネルとなっていて、かなりレーシーな雰囲気を感じます。ステアリングやメーター類はローマや 296GTB と同じ液晶デザインが採用されていますが、このステアリングから手を離さなくてもほとんどのコントロールが可能になったインターフェース機構は、正直慣れないうちは戸惑う方もいると思いますけど、一度慣れてしまうととても使い勝手はいいと思います。そしてヘッドアップディスプレイは目線を下にすることなく必要な情報が得られるので、ハイウェイを走る時なんかはとても快適でした。でね、SF90 に慣れてきて気づいたことなんですが、 296GTB と比較して一回り大柄なサイズなはずなんですけど、実際ドライブしてみるとそれほど車の大きさを感じないんですよね。そしてハンドリングや乗り心地、ブレーキの扱いやすさ、エンジンパワーをコントロールするアクセルのフィーリングの含めて、明らかに上質なテイストを感じるんですよね。言葉で表現するのが難しいんですけど、この剛性の高さといい、隙間のなさといい、精密度の高さといえばいいんでしょうか。まさにフェラーリのロードカーのフラッグシップに相応しいフィーリングだと言えると思います。これね、例えが本当難しいんですけど、フェラーリ 296GTB がスポーツシューズだとしたら、この SF19 は自分の足型から型取りして作られたワンオフの革靴のような感じを受けるんですよね。つまりもう全てに遊びがなくて、自分用にしつらえたっていうくらいの一体感というかね、心地よさを感じるんですね。今ハイブリッドでモーターだけで走っているんですけど、このエキゾーストサウンドをね、周囲に轟かせたくない時に、このサイレントモードはとても重要な性能の一つになったと思います。この EV モードではマックス25キロまで走ることができるそうですけど、街中ではハイブリッドモードを対応することで燃費も大きく向上することを確認しています。このハイブリッドバッテリーの充電に関することなんですけれど、ガレージではコンセントから充電器をつないであげればいいんですが、そういうことをしなくても、こうやってね、走らせている時にエンジンを始動してあげると、それでもね、あっという間にフル充電されるんですね。ですから皆さん結構このバッテリーに関してね、すごく気を使ってる方多いと思うんですけど、ちゃんと走らせてあげることによって結構短時間でバッテリーがフル充電されます。ですからこのことをね、ちゃんと使い勝手が分かれば、とても快適に使いこなすことができると思います。で、今朝もね、
ガレージから出した時なんかは早朝で住宅街なんです。とてもこの EV モードは重宝しますよね。これだけね高いパフォーマンスを有していながらストリートでの洗練された上質な感触は真のラグジュアリースポーツカーであると言えると思います。ちょっと前までベストモダンフェラーリは 296GTB だと思ってたんですけど、この SF19 ストラダーレをしっかりと走らせた後で僕の中での一番のお気に入りはこの SF19 になりました。ちょっとね前が空いたんでアクセル踏んでみましょうか。いやー、この感触に慣れちゃうとたまらないですね今ねマニュアルモードでパフォーマンスモードにして走ってるんですけど、結構ねエキゾーストサウンドいい音しますね。でね、この電光石火のごとくシフトアップダウンが可能なこのパドルシステムも本当に快感としか言いようがないですね。さっきまでのパフォーマンスモードで走っていた時とこのハイブリッドモードでモーターだけで走っているこの音量の差は大きいですね。とても静か、そしてとても快適です。辺りからレッドゾーンまでのね加速感とサウンドはもうまさにフェラーリですよね。